30秒経って思いつかなかった場合って大抵思いつかなかったりしますからね。高圧の RPG なので少しでもインパクト与えたい。明らかな違いを見た目で出したいっていうのがあったので、愚直に自分たちが信じたものを忖度なしでやるみたいな。意味は分からんが熱い。では次の話題に参りましょう。次はトークテーマ3、バトルシステム。もうあえて触れませんけれども、しましたけどね。いややっぱりでもテレツ映画バトルについてもじっくりやっぱり聞いていきたいなとこの際思いますが、はい、まずは、リニアモーションバトルシステムというこのシリーズがこうずっと進化させてきているバトル、ね、独自のアクションバトルがあるわけですけど、はい、それもどのように生まれたのか、そしてどう進化してきたのか、はい、改めてちょっと聞いていきたいと思います。はい、じゃあその辺の話はまず、岡本さんからお願いしますかね。このリニアモーションバトルシステムっていう名前自体はどなたがその当時の担当者の豊田が一生懸命考えて、もともとこういうあれファンタジアとかそうでしたっけ？ああ、そっか。なるほど。そういう設定が好きなんですよ。はい。そういうキャッチーなね、キャッチーなが好きで、なんかかなり頭を絞ってつけました。これもほらやっぱり高圧の RPG なので少しでもインパクト与えたい。その心がすごい強かったのかな。何でもお金かからないものは何でもするぞ。あれ略ありましたよね。リムスでしたよね。LIMBS か。LMBS でリムス略称もありましたけど、でも最初からそのテレネットさんから来たロムにもうアクションバトルの原型はあったんですよね。だからすごい特徴的でバトルシステムインパクトあったので。そうですね。RPG のバトルとしては非常に面白い。いやそうですよね、はい、画面レイアウトはいわゆるその本当に当時の RPG に近しかったんですけど、あれがまさかこう横スクロールというか画面内でこう所狭しとアクションするっていうのは、実はスーファインファンタジアの頃は見た目動いてても実はコマンドに近かったんですよ。ボタンを押すといくっていう感じですよね。それがほら3作目のエタにあそこまで進化するとは、なんとゲームの素晴らしいことでしょう。ね。というところで、そのエターニアのバトルプログラム、バトルシステムをデザインなさった有働様に、お話を聞いていこうと思います。それまでは、マッププログラムなどで参加なさってたということなんですけれども、なぜエターニアからバトルデザインを担当されることになったんでしょうか。リアルな話すると、デスニーの前任者が普通に会社を移ることになったので状況というか、一応私の方でもバトルやりたいっていう希望は出してたんですけど、基本的には空きができたんでやることになるっていう感じではありますけど。その頃有働様は日本テレネットにそうですね、所属なさってたっていうことでよろしいんですよね。他の作品などでバトルなどはやってらっしゃるんですか。エターニアが初めてですね。そうなんですか。実際ゲーム業界というところで作品として出せたのが、PS 版のファンタジアが初めてだったんで、はい、まずマッププログラムで初作品を出して、その後バトルプログラムをやらせていただいたっていう感じです。 PS ファンタジーといえば有働さんが釣ったグルービーアーチェという横シューティングゲームが収録されてる、はい、あれがすごく感動していや何作っとんねんと思いましたけどね。これの続編作ってくんないと思ったら急に何これと思ってね、ちょっと不測の事態が起こったというすごいよくできたシューティングゲームなんですよ。これそうか。だけどこれは結構知ってる人は多いかな。いや多分これはいろんなところで多分言ってるとは思うんですけど、本当にそうですね。本当にマップでやってると基本移植作品だったんで、基本どういうものを作るかっていうのは決まってて、それに従って作るっていうのがあれだったんで、それでいうと何かゲーム性あるものを自分で作りたいなと思って作っていいですかって一応許可を得て作ってるわけね。もちろん。一応マップの仕事が全部終わったんで、なんか作ってもいいですかっていう言い方をしましたけど、その時間はちゃんと自分で捻出しました。
もうなんか最初に見せてもらったのがもう決定版みたいな。おーね。もう革新犯的な革新なんだよね。盛り込み方をね、その後の進め方にも性格が現れてるという。まあそうですね。できるだけ文句を言われないようにもうできてあるんでっていうことにしとけばまあ文句をそう言われる。やらなきゃいけないことやった後にね、あとは自分の自由の時間で。結構まあだけどディレクションしてる立場だとそういう人の方が助かる。いやまあそうなんですよね。最初その方が面白いものができるんですよ。きっと。どっちかとうん現場は暴走して、うんディレクターかプロデューサーがどうと抑えるの方が楽で、無知叩くのは大変。有働様は暴走気味の方だったということなんですね。本当は暴走じゃないんだけど、すごい冷静なんですよ実は。暴走じゃなくて止まっちゃうと死んじゃう人なんですよ。だからずっと動かないといけない。なんかやってないと、マグロみたいななんかやってないとっていう感じにイメージでしたね。俺はね。ああまたなんかやってるって感じですよね。なるほど。まあでもさっきの話にあったように自分の担当の部分だったら責任持てるっていうこう、なんとか目線があるからこそこうやれるんでしょうね。まあちゃんとチェックする段階でもうできるだけのものを入れたんで、多分チェックする段階で入ってないとコントロールパッドをずっと同じ方向に押しててぐるぐる回ってたらバルバトスが出るみたいなことがこれちょっと やっちゃダメでしょって言われるところをもうチェックする段階でもうこういう仕様あるんでチェックしてくださいってちゃんと全部正直に言ったんで正直そういつもね時間との戦いではあるんですけど、そうやってこう空いた時間でこれやっちゃうよっていうノリはとっても大事だしありがたいんですよね。まあ最初からいろいろ入れた上で、できるだけ早くゲームができたらそこからさらに乗っけられるものもあるんで、そういって乗っかったものもあるにはありますね。ラストバトルだけで非容疑が出るとかそういう最終決戦的な非容疑とか、あれも基本的に元のもんができてからじゃないとさせないですから、あの辺は結局ラストバトル用で非容疑が変化するみたいなものがあるんですけども、その辺のセリフとかは基本私の方でやらせてもらってシナリオライターからも意味は分からんが熱いって言われてどういう意味で言ってんのかは分からんがまあ熱いよねって言われてですよねっていうセリフにもご関与なさってるということなんですね。そうですね。バトルに関しては全部のセリフを書いてその上でシナリオにチェック通して、たまにそういう状況なのにいやそのキャラはそういうこと言わないんじゃないですかみたいなこと言うこともありますけど、チェックも出されるんですけど「いやっていうそれでも抗うことはあるシナリオライターにバトルでやってるけどシナリオライターに抗うこともたまにはあります。このキャラこう言うんじゃないのみたいなことをシナリオライターに言うっていうこともたまにはごく稀にですがありましたけど。やっぱ開発者の中にも自分が思うこのキャラはこうだっていうのが出来上がっていきますからね、そこのいい意味でのすり合わせというかバトルがあるのはすごくいいことなんじゃないかなと思いますが、ちなみにバトルに関してはですね最初にお話したようにファンの方々からもテイルズチャンネルのアンケートですね。そうなんですよ。いろんなご質問も来ておりますので、どんな質問がせっかくなのでちょっと、そうですね結構ね具体的な質問が多いんですけどそうですね有働さんにも聞いていこうかな。そうですねリバースでの3ラインの戦闘はどのようにして出来上がったのですか。有働さんこれは私の方だと基本的に3D のラインも生まれてたんですけど基本 2D の方やってくれって言われてたんで、2D でももちろん面白さいろいろあるんですけど普通にそれをずっと続けてるとなんか変化が欲しいっていうのがやっぱあって、でも2D で空間でできるとしたらっていうところで考えたのが当時3ラインにすることでしたね。あれでどうしても1ラインだと1回敵を塞いじゃうと後ろまで行けないっていうところがもちろんそれが味なんですけど、それをどう防ぐかっていうところもやっぱりゲーム性としてあると思ったんで、そこに関して何かを入れてみたいって思って入れたのがリバースの。最初操作結構慣れないんですけども慣れてくるとなんかうまくこういうふうにいくと脳汁が出てくるんですよ。ラインのね変更が自由自在にできるようになると急に面白くなるんですよね。よくできてるなと思って、あれは本当特徴的な、一番最初僕その時別のチームいたんですけどちょっと見てって言われたのがテキストしかなくてどういうことですか。文章で書いてあるんです、はい使用書、僕らの業界のような使用書でもなく、
ただ多分有働さんにとってはあれが仕様書なんだけどこういうことがなされますよっていうことがテキストで書いてある説明があるのね。まあそうですね、まあ説明ですね。でパラメータの頃とかも触れてあって、でも一応分かったんですけど、これはちょっと受け入れられるのは結構大変だろうなと思って当時。でもなんかおそらくデスティニー2のいいとこ悪いところのそのカウンターで生まれたシステムだから、例えばデスティニー2って結構納得いかないと言われるシステムの中に裏に回ったら SP が反対になるっていうのがあるんですけど、ああいうこととか結構そのゲーム側のバランス取りの都合で、無理やりに、入れている仕様が3ラインにするとかなり解消されたって思ったから、これは結構相当なものになるだろうと思ってて、で僕は違うチームにいたんで出来上がりまで全然触ることなかったんですけど、出来上がって触ったらめちゃくちゃよくできてると思って、っていうのをすげえ覚えてますね。ちなみにバトルに関してはまさに 3D といいますか、こんな質問も来てましてですね、なぜシンフォニアになった時に戦闘システムを、3D に、大幅に変えたのかという、まさにもう一つのラインの質問も来てるんですが、これはどうしましょう。樋口さんにそのままお答えいただきましょうか。実はあれ 3D だけどゲームは 3D じゃないんですよ。シンフォニアは実はあれはもちろんその表現は 3D でやってますけど、あれって結局、マルチラインになってるリニアモーションバトルっていうマルチラインリニアモーションバトルって言ってたと思うんですけど、敵とキャラクターが線で一本つながっていてやってることはリムスだっていう感じなので、実は 3D じゃないんですね。でもともとファンタジー、シンフォニア自体が、僕が参加する前からいわゆるシンフォニアを 3D でやったらどういうふうになるのかっていうふうに進めていたと聞いていたので、その流れでバトルをその 3D で表現したらこうなりましたよと。ただやっぱりやらなきゃいけないことはリムスなわけだから、こういうふうにしましたよっていうふうに、なっていたと。で、これなんかいろんなところ喋ったことあるかもしれないけど、実は開発の最後の方でフリーラン入れられたんですよ、システム上。ところなんですけど、入れられても敵が全部フリーランに対応するような作り方をしていないので、今から入れたってこんなバランスがぶっ壊れるだけでダメならやめた方がいいということにして、次の機会があったら、これをそのまま最初から入れてみましょうっていうのがフレックスレンジ、アビスのフレックスレンジにつながるんですけど、そういうことがあったりとかして、だから厳密な意味では 3D じゃない見た目 3D とかね。そうですね、見た目ですね。なんかね、それは樋口さん格ゲーとかでもちょっと同じようなやっぱり歴史があったりもしたと思うんですが、この質問者さんも当時は変えるのに相当勇気が必要だったんじゃないですかと忖度してくださってますけど、あの時でもあれですね、だからハードを変えたじゃないですか。シンフォニアってゲームキューブで、片やこっちの方は PS でやってるとかっていう、その違いというか、それを明らかな違いを見た目で出したいっていうのがあったので、ゲームキューブの方は描かれてる世界観も含めて 3D にするっていうようなことがあって、あそこからなんかラインが2つに分かれちゃったのかね。そうですね。だからそういう意味ではなんか 3D で、さっき言ったように 3D でファンタジアを表現してみましょうっていうところがあったら、別にあれは冒険でも多分何でもなくて、普通に考えたらああいうふうになるだろうなっていうところだから、なんだろうな、言うほど勇気はいらないのかなと思うんですけど、でもそのぐらい変わったっていうことが受け入れられてるんだったら、これはすごく嬉しいなと普通に思いますけどね。当時デスティニー2とシンフォニアは結構並行してましたよね。なので2D もやってるし、ここはちょっと冒険してみようみたいな。やっぱりそういう安心材料じゃないですけれど、両方あるからチャレンジもしようってお互いにあったんですかね。ほんのちょっとですよ。ほんのちょっとですか。チームがちょっと新しい目のチームというか、シンフォニアの方で僕も含めてなんですけど、比較的まだなんだろうな、新人というか、そういう人たちで構成されてたから、なんというか遠慮がないというか、なんだろうな、愚直に自分たちが信じたものを忖度なしでやるみたいな、そういう感じの空気だったから、すごく楽しかったですね。かっこいいですね。途中で僕途中でデスティニー2に引っ張られるんですけどね、一回引っ張られるとちょっとしんどくなっちゃうからね。そうなんですよね。手伝ってあれと思って気が付いたらデスティニー2やってるぞってなったんですけど。でもあれですよね、今見たけど、そのシンフォニアってやっぱりファンタジーをすごく意識して作りになっているのがあって、あれですよね、なんか任天堂ラインですよね、だからね。そうか、そう言われたらそうなの、そういうことなのかな。いや、別にそういうなんとなくライン的に、あと藤間先生の絵だし、なんかそういうちょっとイメージがありますね。キャラクターも関連性もあるし、ですね。なるほど。
まあでもそうやってバトルシステムをとってもこう複数のチームでお互いこう、切磋琢磨というかそれぞれの道なのかもしれないですけど、いやもうバチバチやってたと思いますよ多分ね。ですかね。その当時の空気感は僕は知る由もないんですが、バチバチはしてないんじゃないの一応そういうふうに言ったらかっこいいからこの頃の世代はやっぱどうやってリニアモーションバトルを、アレンジしてやっていくかっていうところで頑張っていたところにグレイゼスが出てかなりなんか度肝抜かれた思いがあるんですけどなんだろうな、グレーセスね。リニアモーションバトルじゃないよねみたいな。これ違うねってね。あれリニアモーションバトルで意見分かれてますけど、実際あれはもうアビスを踏まえてもフリーランが有能なのどうやっていじめ抜こうかと思ったんで、あれはもうフリーラン役立たずにしようとしたマジか。フリーラン殺し。マジか。フリーランは相当厳しいような仕様にしてました。グレイセスはもうそれは完全にもう一旦は使えないからじゃあ新しく入ったステップの方を使ってみようかってさせて、こっちもいいよねっていうふうにさせたかったんで、もう結構厳しめにしました、フリーランに対しては。結構やられたなと当時思ったし、その前のなんだっけ、ディスティニーのリメイクのバトルとかもそうだけど、結構やっぱりなんか特徴って、毎作毎作違うなっていうふうに思います。すごいよね。そうですね。振り返っても。それでいてテイルズ・オブ・らしさっていうのがね、全部にじみ出てるっていうのがすごいですよね。いやなかなかバランス難しいと思いますよ。やっぱりシリーズのファンの方にはある程度ちょっとハードルというか練習しなきゃいけないけど、それでも全然違うものになってはいけなかったりするし、とはいえ新しくしなきゃいけない人があって、そのバランスがやっぱり毎回作って大変だったですよね、きっとね。では新しいタイトルのお話もお聞きしたいんですけれども、ザ・レイズ、こちらのバトルもですね、スマホということで操作関係ですとか、あとプレイヤブルキャラクターも100何十体180だのなんだの、もうすごいことになってますけれども、こちら有働さん苦労話とかを、お話しいただければと思います。そうですね、実際本当に根本のシステムはある程度固まったところから参加したんですけど、ただそれでもキャラクターの技とか非容疑に相当するものの発注は私がそういうのやりたいのもあって、9割5分ぐらいは私の方でやってるんですけど、400以上もう作ったんでまだなんとかなってますけど、本当にネタ切れたら大変ですけど、今のところはなんとかなってるし、本当にスケジュール結構なかなかやっぱり運営ものなんでタイトなんで、6ヶ月前とかには発注済ませようというところがあったりする。なんとか巻いてやろうとはするんですけど、いやそれでかなり余裕を持って作ってるはずなんですけど、新しいものとかどんどん追加していかないとやっぱり売り上げが落ちるっていうところを考えて、なんか知らん間にどんどんあれまたキャラ増えてるっていうことになることがあります。ああそうなんや。本当はもう少し技術伝えるためにも他の人にやってもらわないといけないっていうのもあって、時々はやってもらってるんですけど、それでも1キャラ1日で作るとかだとやっぱ自分でやんないと間に合わないな。 5% は伝授して9割5分はもう秘伝であると。なるほど。でもすごいですね、その数は。この辺もう思いつこうとしたらもう30秒ぐらいで思いつくぐらいじゃないと多分、すごい基本停滞しちゃうんで、基本もう今までのやってきたものとか含めて基本もう30秒ぐらいでもこのキャラはこれっていうのをざっくりやって、あとは基本的にそれの思いついたのをテキストに打つっていう方に時間がかかるんだけど、基本的には本当に30秒以内で思いついてっていうところをやっていく。もう時間の人の勝負だよね。そうね。逆に言うと30秒経って思いつかなかった場合って大抵その10分経っても30分経っても思いつかなかったりしますからね。なかなか普通の人はその30秒で思いつかないところからなんですけどね。ウド君天才っぽいでしょうね。本当に止まると死んじゃうってさっき誰かが言った通り、これからもじゃあさまざまな技を生み出していっていただきたいですけど、そのうち本当にあれですね、ギネスに登録したいですね。一人で何百の技を考えて実装したり。そうですね、誰もその軸で考えたことないかも。いやでもすごいですね。バトルは本当にそういった才能であったり、多分もちろん一人で作ってるわけじゃないですけれども、歴史と戦いながら作り上げてるっていうのはちょっと熱いものがありますね。